触ってわかるんですけども、カチカチになってます。3種類ガスケットがありますので、購入するときは必ず、本日夜ですね、峠バトルを開催するということで、こちらのワゴン R MH21S なんですけども、エンジンをぶん回すと、この車両、タペットカバーの方からエンジンオイルがだいぶ漏れてきてしまっているので、その状態でね、エンジンを酷使してしまいますと、エンジンオイルがかなり漏れてしまいますので、現状でもオイルが滴ってきておりますので、そちらをですね、今回はタペットカバーのガスケットを交換したいと思います。K6A エンジンでオイル減りが早いと思っている方、意外にこのタペットカバーのガスケットからオイルが漏れていることが多いです。それによってオイルの減りが早かったりとかもありますので、ぜひね、こちらの動画を最後までご覧になって、ご自身の車がオイル漏れなどしていないか確認していただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでもベーション。さあ、それでは早速交換したいんですけれども、現状の状態をお知らせしたいと思います。現状はですね、こちらの純正のエアクリーナーの方はここに純正のエアクリーナーがついているので、それでちょっとこちらのタペットカバーが見づらいかと思うんですけれども、こちらのタペットカバーを見ると、このようにじんわりと滲んでいるんですね。これはオイルが蒸発したものが付着しているというような状態になっています。これ実際の目で見ると、もうちょっとオイルの滲みが強いです。そして、こちらの側面部とか、先日ね、タービン交換したこのタービンのエキゾーストマニホールド周辺の部分などは、パーツクリーナーで洗浄したので、だいぶ綺麗なんですけれども、やはりこちらのインタークーラー側や、こちらのインジェクター周りなどは、滲みがついております。綺麗にすればいいという話ではなくて、結局は、こちらのタペットカバーのガスケットがへたってきて、オイルが滲んできているということなので、そのガスケットをこれから交換したいと思います。交換する際に関しましては、基本的にはこちらのタペットカバーのガスケットのみとなっております。すでにね、エンジン周りがオイルが付着している場合などは、こちらのパーツクリーナーなども準備しておくといいと思います。そして、ガスケットをつける際にですね、ある部分だけ数箇所ほど液体ガスケットを塗る場所がありますので、そのために液体ガスケットを準備します。基本的にはこちらの3点の商品があって、あとは一般的な工具があれば、基本的には作業が順調にできると思います。そしてこちらの商品などは、リンクバナーやタグをつけておきますので、こちらをクリックすれば、私が使っている、または私がお勧めする商品が、ぜひそちらから購入していただければと思います。さあ、それではタペットカバーを外すにあたって、こちらのエアクリーナー、そして交換するだけであるならば、別に正直インタークーラーは外さなくても大丈夫です。ただ、私は今回、ヘッド部分などもオイルが滴っているので、そちらを洗浄するために、今回はインタークーラーも外したいと思います。まずはエアクリーナーを外します。ボルトを緩めたら、エアクリーナーを外して、こちらのフローバイの方も外しちゃいます。インタークーラーも外します。ここを外して、そして緩めます。インタークーラーを引くようにすると、こんな感じで外せます。全部外さなくても必要な部分が見えたりとか届いたりとかすれば問題ありません。そしたら今度はプラグカバーのボルト 8mm4 本を外したいと思います。はい、外しました。そしたら今度はイグニッションコイルの 10mm のボルト3本を外します。この時カプラーを先に外しても構いません。そして外だけではなくて、意外にイグニッションコイルの部分などもガスケットがへたっていると、意外にもこうやってイグニッションコイルの方にもオイルが回ったりとかしていますので、ひどい車両なんかだと、プラグホールのところがオイルまみれで池のようになってたりとかもしますんで、漏れを確認した場合は、速やかに交換した方がいいと思います。こちらはね、後ほどパーツクリーナーで洗浄しておきます。そしたら今度はここの PCV バルブを外します。これはできれば、冬場だとゴムが硬くなってしまって、
破損してしまったりとか割れたりとか、PCV バルブが割れてしまったりとかありますので、こちらはできればエンジンが温まっている時、または夏のような時期にやるといいと思います。これで外せました。そうしたら今度は1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所の8ミリのボルトをすべて外したいと思います。ご覧のように、このボルトもオイルがフィットです。ボルト全部外したので、オイルレベルゲージを抜いて、タペットガスケットカバーを外します。これ、簡単に今手で外れましたけど、もしこれで外れない場合なんかは、ゴムハンマーなんかで軽く横とか叩いてからだと結構取れると思います。結構このキャップのところから引っ張ると外れやすいかと思います。じゃあこれで外します。はい、こんな感じで外れました。結構汚いですね。4万キロ台なんですけどね。エンジンオイルの交換を怠ってるから、ちょっと中は確かに汚いですね。ちょうどうちのマスコットのワンちゃん、隅のトイレシートがあったんで、これをですね、かけておきたいと思います。こんな感じでいいと思います。そんな長い時間ね、やらないで軽くでいいと思います。あとは心配な方なんかは、ここのスロットルの部分や、ここのタービンの部分に軽く布かなんかをかまして異物侵入を防いでもいいかもしれません。これでタペットカバー外したんですけれども、せっかくなので、ここのブローバイのゴムと PCV バルブのゴムの部分も劣化してると思うんで、交換しておきたいと思います。それでこちらが新品なんですが、こちらの商品の方も概要欄や楽天のタグの方に貼っておきたいと思いますので、ぜひそちらから購入してください。さあ、それでタペットカバーの方も地面に置くとこっちが結構傷ついたりとかあるあるなので、軽く相当置いてたんですけども、やっぱりちょっと心配なので、こういうマットみたいなところに置いておきましょう。そしたら、こちらのガスケットを外したいと思います。やはりね、外すと、触ってわかるんですけども、結構カチカチになってます。それなので、やはり20年ぐらい経ってるんで交換歴はあると思うんですけども、走行距離が少なかったといえども、やはりオイル漏れは否めません。なので、新品に交換しましょう。そして、軽くね、これを洗浄したいと思います。さあ、そうしましたら、ヘッドの方に関しましても、液体ガスケットとか異物とかがついてますので、できるだけこのタペットの中に入らないような感じでやりましょう。だから内側から外側にパーツクリーナーを拭く方がいいと思います。はい、こんな感じでだいぶ綺麗になったかと思います。肝心なのは異物や残った液体ガスケットの跡、これを取っておきましょう。さあ、そうしましたら残るところはこの PCV バルブのキャップとブローバイのキャップになります。これ今パーツクリーナーで洗浄した時にだいぶ冷えてしまったんで、切れたりとかあるかもしれませんが、気をつけて外してください。こんな感じでね、冷えちゃってると、だいぶゴムの柔軟性がありません。そういう時は、こういうトーチやヒートガンある人はヒートガンで軽くね、炙りましょう。はい、ようやく取れました。長い。やっぱ暖かくないとね、なかなか大変だと思います。はい、じゃあこれで新品の方に交換したいと思います。だいぶ伸びてますね。刺すときはもう基本的にズボッと刺すだけで、これだけで。そして、今度は PCV バルブの方も同様に外しましょう。これもできれば暖かい方がいいと思います。こんな感じで切れますので、ご注意ください。じゃあこちらもね、温めて取りましょう。ラジオペンチで引っ張り出しましょう。大変です。はい、こういうことが起こるので、こうなっても慌てずにね、外しましょう。なんとか、ここから救出したいと思います。何度かこういうことになったことあるので、慌てずに大丈夫です。取れます。きっとね。いけそうですね。もうだいぶこういう風に塊で取れてきました。
はい、こんな感じでなんと無事に取れました。で、一応念のためにこういう風に軽く振ってね、まだ中に入ってないかなんかも確認しておきましょう。一応大丈夫そうなんで、新しいのを付けたいと思います。じゃあこれでね、差し込むだけでいきたいと思います。まあ、ちょうどいい時期でしたね。こんだけ硬くなってたんで、ちょうどいい時期だったと思います。さあ、それでどうせだったらですね、こちらの PCV バルブ、こちらもですね、軽く洗浄しておきましょう。これ使えるかどうかの判断は、軽く振った時に音がするかどうかです。今、振った感じ、音はありましたので、問題ないと思います。軽くパーツクリーナーでね、中を洗浄したいと思います。はい、じゃあ洗浄したところですね、さらにカチャカチャ音がするようになったので、動きが良くなったんだと思います。それではですね、PCV バルブからゴムカバーから全て交換したので、こちらをですね、組み付けの方をしていきたいと思います。こちらも単純に刺すだけで結構です。刺しづらい場合は、マフラーなんかと一緒で軽く締めまして、それですぐ刺し込む。刺さりません。はい、こんな感じで強めに刺せば刺さります。この時ね、割らないように気をつけてください。劣化してるやつだと結構脆く割れてしまったりとかありますので、十分お気をつけください。そうしたら今度は、こちらを裏返して、新しいガスケットをつけましょう。ちなみにこのガスケットは、NA 用と S ターボ、M ターボ用、そして DI ターボ用と3種類ガスケットがありますので、購入するときは必ず NA なのか S ターボ、M ターボなのか DI ターボなのかを確認して購入しましょう。ご自身の車両の品番を必ず確認してからの方がいいと思います。見分け方に関しましては、NA の場合は、ここの部分がボコッと出てます。それが NA 用です。そして S ターボ、M ターボ、DI ターボに関しましては、こちらのガスケットの方を見ていただいて、このコブが2つあるのが S ターボ、M ターボ用です。そして、コブが1つだけで、こっちがボコンと、なんか変なくぼみが合ってるようなガスケットは DI ターボ用となりますので、これね、よく区別してつけてください。これ外してから間違っちゃったってなると、また元に戻すような感じになっちゃいますので、それなので購入前に必ず確認してください。さあ、そしたらガスケットをはめていきます。真ん中からはめていきましょうかね。これはもう単純にガスケットをはめる縁がありますので、そこにはめていきましょう。これでガスケットの方はまりました。この後ですね、部分的に液体ガスケットを塗りたいと思います。この液体ガスケットを塗る部分も NA、S ターボ、M ターボ、DI ターボによって塗る場所が微妙に異なりますので、そちらも最初についていたガスケットの液体ガスケットが付着していた部分をよく確認しておいてください。ちなみに S ターボ、M ターボはここと、ここと、ここと、ここと4箇所になります。こちらのガスケットはちなみに流動型と非流動型というのがあるんですけども、要はシャバシャバかシャバシャバじゃないかです。使う場合は非流動型の液体ガスケットを使ってください。はい、これで豆腐が完了したんですけども、本当だったらこれにノズルがついてるんで、ノズルごとつけていただくような感じなんですけども、残念ながらちょっとノズルがなかったので、今は指で塗りました。さあ、そうしましたら準備ができましたので、これを車両につけていきたいと思います。これをどけて、じゃあカバーをつけていきます。これカバーの方は液体ガスケットついてますんで、着地させてからズルズル引きずらないようにしてください。カバーをつけたら洗浄したボルトをつけていきます。この一番長いボルトがここのセンターになります。これからまずつけていきます。最初は仮止めで結構です。あとは残りの5本は対角線上に締めていきます。ボルトを回しづらい場所なので、こういうロングソケットを使ってボルトを回すっていうのもありかもしれません。そしたら最後に本締めを行っていきます。これでタペットカバーの方は取り付けができました。あとは周りをね、つけていきましょう。
はい、これで無事にできました。部品もね、全部戻して、綺麗にオイル漏れもなくなったと思います。これでね、今晩の峠バトルで全開でエンジンぶん回しても壊れることはないと思います。タービンがまだね、鳴らしが終わってないので、なんとも言い難いんですが、あとは、駅マニのポートを削りすぎたので、低回転がかなりなくなってしまっているので、果たしてこれでどういう結果になるのか、楽しみでございます。ということで、こんな感じでね、やれば素人のような私でも十分できますので、ぜひご自身で DIY を楽しんでみてはいかがでしょうか。また、他の動画に関しましても、いろんな整備やカスタム出しておりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、この動画が良かったら、グッドボタンやコメント、ハイプなどをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。夜の峠を駆け抜けるワゴンなるカスタム入ってる新鮮な音が開き渡るライバルたちを期待にビートカンタカンなカンカン心臓が高かってるこの瞬間アクセル踏み込む速さ壁を切ってしまうこの道ダイナミックなビートに乗せて輝かんが体を包むチェンリーの光が見えるこの瞬間を感じて急上昇する新鮮な音巻きとするビートが心を打つ峠のジャイアントな声夜の闇を切り裂いて真理をつかむその時までこの走りを止めないでライバルたちの背中を追い越し自分を信じて突き進め夜空に星が遠くエンジンの音が弾む街仲間たちが応援してる一緒に夢を追いかけようスピード感が溢れる心の中の炎が燃えるこの瞬間を永遠に胸の中で走り続ける急上昇する新鮮な音巻き通すビートが心を打つ峠の王者へと巻く夜の闇を切り裂いて急上昇する新鮮な音巻き通すビートが心を打つ峠の